はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は、マスターに、とんでもなくすごいウイスキーが届いてます。俺に？はい。先入観なく飲んでいただきたいので、ちょっと何も聞かずに、テイスティングしていただけませんか？丁重にお断りします。なんでですか？いや、もう本当に暑くて参ってるんで、もうウイスキーちょっと飲みたい気分じゃないんで、申し訳ない。お断りする。マスター。はい。そこをなんとか。いや、もうちょっと本当に勘弁してくれよ。ごめん。マジですか？どうしたら飲んでくれますか？もうちょっととんでもなくどういう感じか教えてほしいんだよね。今まで、うちのチャンネルで扱ってきた中で、一番、もしかしたら、高額なウイスキーかもしれない。よし、飲もう。よし、行ってみよう。早く出せよ。とっとと出しやがれ。現金だな。頼むぜ、じゃあ。いいですか？飲んでみようぜ。まず、こちらをテイスティングしていただけませんか？とんでもない入れ物が入ってんね。あ、それなんで手震えてるんですか？手が震えちゃってんだよね。全部こぼしちゃうよ、俺。ちょっと取っとくね。とんでもないんだったら。貧乏症ですね。そうだな。念のために。香りはまずいかがですか？香りは、もうこれバーボンだね。いい色だね。しっかりしたバーボンの香りだね。バーボンですか？スコッチじゃないね。それ嗅いだだけでバーボン。わかるわかる。ちょっとなんか紅茶の濃いみたいな香りっていうかさ、樽の香り。オークダルの、まあほんとなんて言うんだろうな、焦げた感みたいな。甘いね。紅茶とチョコレートの間ぐらいの甘さ。それでバニラの香りだね。熟成感もある。これなんだろう、すげえうまそう。いただきしていい？お願いします。バーボンだね。うめえ。余韻長いね。まだいるよ。うまいですか？うまい。これうまい。相当うまいね。今、マスターに飲んでいただいたウイスキーは、ワイルドターキー。あ、やっぱり。ワイルドターキー12年のゴールドホイールというウイスキーです。飲んだことないね。昔のやつだろ。このゴールドホイールは、12年熟成なんですけど、表示されている熟成期間をはるかに上回る長期熟成原酒がふんだんに使われており、多くの人にバーボン愛好家に語り継がれているらしいです。販売終了から30年以上は経ってるらしいんですけど、通常のその流通ではもう売られてなくて、オークションとかではその1ボトル30万円を超える値段がついたこともあるような伝説のワイルドターキーなんですって。1本1本ですね。はい。すごいね。希少価値はすごいんだね。マスター、これ飲んでみていかがでした？美味しい。すごく美味しい。すぐ美味しい。あ、それなんか別の何かを聞いたことあるんだ。もうすぐ美味しかった。ちょうど俺が本当に初めて勤めたバーにはボトルが置いてあったね。金色の、缶に入って、確かそれだったと思うよ。ゴールドホイールが置いてあったんですか？置いてあったね。まあボトルで入れてる人がいたんじゃなかったかな。でもその当時俺の感覚だと1万円ぐらいだったような気がするんだよね。お店で主販店で売ってる、そのくらいのお酒だったような気がするけど、まあそれはちょっと定かじゃないからさ、何とも言えないけどさ。今回そのマスターにゴールドホイールを飲んでいただいたのは、新しいちょっとこれじゃないものをテイスティングしてほしくて、ゴールドホイールに着想を得て、その新しい限定のシリーズが発売されると。ワイルドターキーから。その限定のウイスキーをマスターにぜひ飲んでほしいということで、これも送ってもらったんです。ゴールドホイールを作ったのはジミー・ラッセルさんだと思うんですけど、そのお孫さんが作った新しいウイスキーですね。ワイルドターキーアーカイブズゴールドホイールエディション
ジミーさんのお孫さん、お孫さん。じゃあエディさんの息子さん。そうです。そういうことなんだ。はい。ブルース・ラッセルさん。ブルース。ブルース。ブルース・ラッセルさんが自分の祖父と父からウイスキー作りの精神と技術を受け継ぎ、これからのそのワイルドターキーを切り開くために作ったウイスキーが、このアーカイブス。そこに繋がるわけだね。はい。ワイルドターキーアーカイブス、ゴールドホイールエディション。投げて。すっごい高いらしいですよね。おお。またすごいね。ワイルドターキーアーカイブスゴールドホイールエディション16年、120プルーフだね。ってことはもう60度だね。ノンチルフィルター、冷却ろ過をしてません。うまみ十分ですよって言ってるような感じだもんね。パカン。あらららら。そうだね、こういう缶だったね。左側が昔の、そうだね、こんな缶のイメージがあるね、入ってたのが。赤いね。赤く見えますね。確かに赤く見えるよな。オースティン・ニコルスアーカイブスゴールドホイールエディション。価格が高いです。知らない方がいいな。やっぱ後でにしようよ。今値段言わないでくれよ。わかりました。言っちゃうとほら、だからやっぱその人ってさ、値段で美味しく感じちゃったりするからさ。先入観が。綺麗な色ですね。いい色だね。このアーカイブズは、旧ゴールドホイールの復刻ではなくて、ワイルドターキーっていうその歴史を作ってきた名品を現代の原酒とブレンディング技術を用いて再構築することでブランドの真髄をこう再発見してほしいっていうことで作られたウイスキー。っていうことはもうだから本当ワイルドターキーのもう真骨頂ってことだろこれが。そうですね。そうだよな。アーカイブズっていうのは。親子3代のウイスキー作りの精神の技術がもう詰まったウイスキーっていう感じですね。この温故知新っていうスローガンで作っている伝説のバーボンをマスターに今日はテイスティングしていただきたいなと思います。よし。さっきのだって101だろ。こっちさっきのは 50.5 です。101だろ。そんなに変わんないんだね。これ60度だろ。こっち60度です。どういうことこれ。よし。うわあ。ゾワゾワっとしたよ。背中がゾワゾワっとした今。すごいね。すごい。以上。その言葉以外出てこないね。参ったね。びっくりした。確かに、オマージュしてるのはよくわかる。本当によくわかる。本当にこのゴールドフォイルの12年に行ってるのはよくわかる。しかもおじいちゃんの血って結構強かったりする場合じゃん、お孫さんって。なんかそんな感じがする。なんて言うんだろう、おじいちゃん似てるねブルースって言われそうな感じ。息子だとちょっとさ、親父に似てるねっていうのはさ、あんまりちょっとないじゃん。まあ親父と違ってお前は2代目だけどとかさ。だけどお孫さんになってくると、なんかおじいちゃんちょっと思い出すなっていうのがなんかちょっと分かるような味だね。覚醒遺伝ってやつですか。そういうことだね。勝手にそんなこと言ってるけどそうね、勝手に人んちのことなんかいろいろ言ってるけどいやー美味しいねこれ。
この中盤からの力強さは12年より全然あるんだよね。ちょっとすごいボディが厚くて熟成感があるの。でもその後にグーッと入ってきた時にうわー、もうほんと体ゾワゾワっとするぐらい美味しさとアルコールの強さみたいなのが、でも強くは感じない。全然60度ある。全然感じない。59度ぐらいに感じる。結構近いじゃないですか。そうだな、ちょっと近かったな。いや50、ほんとそれこそ101ぐらいの一瞬感じはする。でもまあ結局はこの中盤からはぐーっと食道あたりがぐーっと熱くなるみたいなのはこっちの方が全然強いね。美味しい。俺バーボン好きかもってなる。俺飲ましてやりたいな、誰かに。飲ましてくれた方がいいんですよ。これ誰かになんかなんか分かち合いたい美味しさ、共感したいっていうか、はい、ちょうどいい人がいますよ。いやもうないね、それは。ないんだ。もったいない。お前にはまだ早い。アーカイブスには早すぎる。いやしょうがねえな。なんかもうそういうなんか変ななんか、ハラスメントみたいになっちゃうから、こういうのもさ。今ね。いただきます。まずちょっと香りをジーザスの前にします。あ、似てるだろ。なんか似てます。似てるよな。でまあやっぱターキーの骨格がしっかりしてるっていうかさ。僕がちょっとマスターほどの嗅覚がないからだと思うんですけど、同じものだって言われたらちょっとそう思っちゃうかもしれないくらい。そうだな。いただきます。飲んでるね。顔赤いよ。わかる？その中盤の強さみたいなのあんだろ。はい。最初飲んだ時なんか別に普通にスッと入るんだけどさ。わかります。なあ、クワーってくるだろ。なんかこうグーッと今来てます。今来てます。締め付けられるようなアルコールのさ。大丈夫？なんか飲めよお前。マスターが言ってたように、最初あれ飲みやすいかもと思ったんですよ。なあ。で、このなんですか食堂通ったあたりからなんかうわーってなって。ババババダメ。NG。ババババダメ。なんかそんな表現初めて聞いたよ。酒飲んでバババババっていうのはそれないだろ。なんかドドドドドとかってダメだね。ダメか。ぐーっとなんかこう本当にギューッとくるっていうかさ。なんかものすごい主張を食堂で感じました。で今コキがめっちゃ美味しいです。そうだな。こうぐーっと戻ってくる。要は本当余韻の長さみたいなな。これが失礼な話かもしれないんですけど。失礼な話はすんな。やめます。なんだ言ってみろ。いやなんか高いウイスキーのその良さがあんまり分かんなかったんですよ。その高いウイスキーって希少性なのかなって思ってたというか、そう値段に比例してないんじゃない。要は結局その需要だけで値段が上がってと思ってたんですけど、これはまあ僕価格知ってるんですけど、なんていうの高いのが分かるというか、失礼じゃないかもしれない、失礼かもしれないんですけど、高いのが分かるというか、もうなんかすでにろれつが回ってないのはもう本当にこの酒の強さを表してるっていうか、一番こう表現としてはいいかもしれないね。いいね、それでいいよ。それでいこう。僕はもうぜひこのワイルドターキーのアーカイブス、これを本当皆さんに伝えるには一番いいかもしれないね。誰も出てきちゃって、もうボロボロになってきたもん。そんだけこう破壊力があるってことだよね。すごいね。ありがとうございます。ブルースにやられた感じ。また一人やられたみたいな感じ。でもこれ素晴らしいね。はい。美味しかったです。でこれといくら？定価が6万円。税込みだと6万6,000円ですね。それはもうみんなわかるね、多分。10% だろ。もう下がるんだろ、もうすぐ。わかんないけど。わかんないこと言わないでください。そう。すごいね。6万円。っていうか、だから手元に入れんだったら6万6,000円だろ。その簡単に手に入るものかな。数量は公開されてないんですけど、数量限定っていうふうに書いてます。そう、じゃあそんなに本数はないんだね。ありじゃないかな。1杯1,000円台くらいのウイスキーと味の面でもちゃんと差別化ができてる。もう全然違う。もう飲めばわかる。行けばわかる。もうああいう部分で上がるだよ。
やっぱり握りしめてボーナス、それで一杯飲むのもいいんじゃないかな。でもちょっと高いかな、どうだろうな。まあでも、それちょっと一口もらって、もう結構一生忘れないくらい今びっくりしました。本当？はい。まあ今日寝たら忘れんだろ明日の朝には。結構記憶力やばいですからね。そうだよ。あれ昨日俺なんか何したっけなみたいな。マスターから教えてもらった話を翌週マスターに俺教えたりしますよね。そうだよな。しょっちゅうだよな、それな。なんか、自分の手柄みたいな話してるけど、俺の手柄だからね、それ。前のなんか、マスター知ってますみたいな。そうな、それ俺が教えたやつじゃないか。そう、しかもちょっと面白い情報もな。まあ、なんでお前から聞かなきゃいけないんだ、俺が教えた情報と思うけど。まあでも、そうだね、これは本当にちょっと、なんだろう。感動レベルだね。なんとなくこう歴史をちょうどこの12年から、このゴールドホイール、12年を飲んで、その後だからなおのことだと思うんだよね。これ16年飲んで、いや実はこういう昔12年があったっていうのだとちょっと違うかもしれない。おじいちゃんお孫さんみたいな感じの流れなんだろ。なんかそれで歴史を感じるとともにこの人たちのやってる凄さとか、やっぱりその精神だよな、このものづくりに対しての、そういうのを感じるこの流れだったかな。セーバーチャンネル。じゃマスター。はい。マスターにこの新旧ゴールドホイールを飲んでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。いかがでした今日のテイスティングは？やっぱりバーボンっていいなと思ったね。やっぱりバーボンの底力を感じさせてもらえる一本だったかな。ちょっとまた、マスターにいろいろ飲んでほしいということで送っていただくこともあると思うので、ぜひよろしくお願いします。本当俺でよかったら、多分一度は断ると思うけど、2回目頼んでくれれば必ずやります。腰に弱い。そうだね。なんか天の弱だからさ、1回目断っちゃうみたいな。で来なかったら心配しちゃうみたいな。典型的なあれだからさ。天の弱ですね。頼むよ。マスター、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、皆さんもよかったらどっかで見たら、ちょっとねお高いけど飲んでみてはいかがでしょうかって感じだね。別におすすめするって俺はもうちょっと自分でちょっと気に入っちゃったかなってね。ありがとうございました。こんなバーボン飲んだことなかった。